明治22年特別輸出港に指定された門司港。同じ年、九州最初の鉄道が博多と久留米の手前まで開通し、明治24年に現在の門司港まで伸びると、筑豊の石炭積み出しなどにより急速に発展。明治31年、徳山と下関、門司を結ぶ航路が開通。昭和17年に関門トンネルができるまで連絡船から鉄道へ乗り換える人々で賑わっていたんだな。今でも観光客で賑わっているから衰退は感じられないけど、鉄道から船へ、船から鉄道へ乗り換える人々が大勢いた証として、門司港駅ホームから直接連絡船の桟橋に出られる構造になっている。今は役目を終え塞がれている。監視号かな。統治下で見られるような分厚いコンクリートに、奥に行くほどすぼんでゆく小さな覗き窓が開いている。外から銃撃されることを想定したような物騒な構造。そういう時代を何度も超えてきたんだよな。すぐ隣には荷物用通路と思われるスロープも桟橋へと続く。昔の航空写真を見ると、旅客用通路と荷物用通路が別々に桟橋へ伸びている様子がわかるな。東京駅と門司港駅2つしかない国重要文化財の駅舎を出て、西海岸埠頭の方向に歩いてみると、連絡通路の真上の道路が今でも盛り上がっている様子がわかる。昭和17年の関門トンネル旅客列車運行開始直前には、関門連絡船が53往復、この下を1日2万4000人もの人々が通り抜けたそう。歩道に面白いものを発見。船を係留するボラード。ということは、ここから右側は全部海だったんだな。大正5年、外国貿易の出入港船舶数が横浜・神戸を抜いて全国1位になり、従来の設備では手狭になったことから、昭和7年、1万トン級の船を7隻も係留することができるここ西海岸埠頭が完成。大連や台湾、欧州、北南米などに向かう人が利用した門司税関1号上屋。昭和4年に竣工したアールデコ建築。少し前までは廃墟のような雰囲気だったけど、きれいに整備され内部も見学できるようになって嬉しいな。上の階は待合室、下の階は旅具検査場。今でいうところの手荷物検査場かな。大陸を夢見る大勢の人々が踏みしめた大階段を上がると、建物をぐるりと回り込む2階の回廊に出る。当時は2階からギャングウェイ、つまりタラップを渡して船に乗り込んでいたよう。ボラードの横に残っていたレールはギャングウェイのものだったのかな。設計は多くの官庁建築を手掛けた大隈義邦。代表作は国会議事堂。国会議事堂は昭和11年竣工であり、この建物の設計と同時に進めていたとの話もある。外を眺めながら目を細めると、大きな船の幻が浮かんでくる。最盛期には一月に60隻もの船が出港していったそう。昭和13年、増加する貨物旅客量に対応するため、隣に門司税関2号上屋を増設。こちらも戦前の国際ターミナルの様子を今に伝える貴重な建物。戦時中、戦地に送られる出征軍馬が最後に水を飲む水飲み場も残されている。最後に踏んだ本土の地面がここになってしまった人や動物も大勢いたんだろうな。大阪商船門司支店、大正6年竣工。なんと木造建築。レンガに見えるけどオレンジのタイルを使った外壁。日本郵船門司支店、昭和2年竣工。こちらは鉄筋コンクリート造り、三菱財閥の中核企業。
昭和12年竣工の三井物産門司支店ビル門司鉄道管理局庁舎、その後 JR 九州第一庁舎として2001年まで使用されていた。そして明治24年の九州鉄道本社屋門司港まで鉄道が伸びた年の竣工。ちなみに山陽鉄道が下関まで伸びたのは10年後の明治34年。黒い消化レンガを使ってしましま模様を作り上げた美しい装飾。あまり見かけないレンガのフランス積みも装飾を意識して採用しているのかな。この建物の裏手には門司港駅のヤードが広がっていて、そこから1本の貨物線が伸びていた。今は分断されているけど貨物線にはまだレールが敷かれている。いやいや、それどころかトロッコ列車が現役で走っていて乗車することができる。なんて嬉しいことだろうか。国鉄時代に車両ではなく機械として貨物ヤードで貨車の入れ替えに勤しんでいた小型のディーゼル機関車2両がトロッコ客車に改造された貨車トラ7万2両を挟んだ編成。これはもうほぼ貨物列車と言える。こんな魅力的な列車に乗って貨物船を体験できるなんて、門司港レトロ地区の楽しみを倍増、いや3倍増させている。ディーゼル機関車は南阿蘇鉄道から、トロッコ客車は島原鉄道からやってきた。2004年3月まで糸田にあった関の山鉱山で採れた石灰石をこの先の田野浦まで運ぶ貨物列車がここを1日2往復走っていた。その後廃線跡のような状態であったが、イベントでなんとかトロッコ列車が走行。乗りに行きたいなと思っていた矢先、2009年門司港レトロ観光船開業。この辺りは新浜ふ頭と呼ばれ、高層マンションレトロハイマートや明治45年の建築旧門司税関、そして大連友好記念館は大連に存在した明治35年建築の東進鉄道汽船会社本社社屋を実測して復元したレプリカ。当初は移築を考えていたそう。レプリカ完成後、大連の本物は取り壊され、この時の実測データをもとに再建されている。ややこしい話だな。当時の末吉光一市長は大連港ふ頭の円形ターミナルを導入しようとしていたが、すでに取り壊されていたため諦めたとか。左に分岐する貨物船跡が見える。その先には西鉄北九州線で活躍した路面電車が保存されているから忘れずに見ておきたいな。貨物船時代の駅外浜駅ではヤードの線路が少し残っている。昭和4年門司実行株式会社により門地区大久保駅まで開業したこの路線。昭和5年からは外浜駅までが鹿児島本線貨物支線に変わる。昭和35年には外浜駅から先の区間は門地区土地鉄道から市営田野浦工業臨港鉄道へ引き継がれている。現在は線路設備を北九州市が管理し、旧筑豊丹田を走る平成筑豊鉄道が運行。関門海峡大橋の手前メカリパーキングエリアにある五条山をくぐるメカリトンネル。天井に浮かび上がる魚のイルミネーション。国内外の観光客が感嘆の声を上げ一斉に写真撮影。確かにまるで海底にいるようないい雰囲気だよな。トンネルを抜けて左側の公園に新幹線の関門トンネル用の通気口や関門トンネルを駆け抜けた EF30 の1号機と九州で活躍したオハフ33の488が保存されている。シルバーの車体かっこいいよな。
そういえば九州鉄道記念館にも EF30 の3号機のカットボディが保存されていたよな。終点関門海峡メカリ駅に到着。トロッコ列車はここまでだけど、貨物船はまだ先まで続いている。いやー、こちらこそこんな素晴らしいトロッコ列車に乗せていただきありがとうございます。ここから先は車で巡ってみる。実は2006年に巡ったことがある。現役当時ここは雨が久保駅だったところ。当時は駅舎もあったけど今はもうないよな。踏切を渡ってすぐのところにあるトロッコ列車の車庫、瀬戸町車庫。ということはここまでは現役線で、ここからが本当の廃線跡だな。確かこの辺りが門地区大久保駅だった場所。農林水産省福岡食料事務所門司政府倉庫専用線跡が分岐していた。9棟の倉庫が整然と並ぶ姿は圧巻だったよな。巨大な踏切を渡ると田野浦公共臨港鉄道の終点田野浦駅に到着。左側の空き地がそれだな。そこから伸びて道路を横切るのは三井鉱山セメント門司仕上工場の専用線。筑豊の関の山鉱山から来る石灰石貨物列車の終点である。さらにもう一つ、伊藤忠資料門司工場への専用線跡、踏切跡が残っている。この辺りの倉庫の前では伏線だったんだな。旧門司三井クラブは三井物産の社交クラブ。大正11年アインシュタイン博士夫妻も宿泊したとか。大正10年の建築。旧横浜賞金銀行は外国為替の取り扱いを専門とした特殊銀行。昭和9年竣工。
この銀行の存在だけでも門司港がいかに国際性が高い場所であったかがよくわかるよな。